ねえ、すみれ、最近ゲーム業界で何か面白いニュースあった？そうね、実は最近話題になっているゲームがあるのよ。フェアゲームズって言うんだけど、海外のゲーマーたちの間で大変な議論を呼んでいるんだよ。へえ、フェアゲームズ、どんなゲームなの？このゲームね、2023年5月に発表されたんだけど、その内容があまりにも物議を醸しているのよ。最近、また新しい記事が出てきて、ソニーは全く懲りてなかったんだね、って言われちゃってるの。そんなにひどいの？どんな内容なの？まずね、このゲームはプレイステーションスタジオとソニーインタラクティブエンタテインメントの傘下にあるヘイブンスタジオが開発しているのよ。2023年5月に CGI トレーラーで発表されたんだけど、その CGI トレーラーがすごく物議を醸したの。CGI トレーラー？それって何？ CGI トレーラーというのは、コンピューターグラフィックスによって制作された映像で、ゲームや映画などの作品の世界観や設定などを紹介する映像のことなの。へえ、それで何が問題だったの？ CGI トレーラーではね、ほんの一握りの人間があまりにも多くの金と権力を握っている。そして状況は悪化するばかりだ。だから私たちは何か対策を講じることにした。っていうナレーションが流れるの。その後、倉庫やペントハウスなどを強盗するチームが登場するのよ。強盗？それってちょっと過激じゃない？そうなのよ。このゲーム、超富裕層からお金を奪う対戦系の強盗ゲームなの。サンドボックスゲームプレイを備えた新しいタイプの PVP ゲームを目指しているらしいわ。サンドボックスって何？サンドボックスっていうのは、与えられた空間でユーザーが自由に遊べるってことで、これを備えた新しいタイプの PVP ゲームなのよ。でもね、このゲームの問題はそこじゃないの。じゃあどこが問題なの？ CGI トレーラーの中で、シットザリッチっていうスローガンが出てくるんだけど、途中で CH が消えて、イットザリッチになるのよ。これが大きな批判を浴びてるの。イートザリッチ？それってどういう意味なの？イートザリッチは、反資本主義や左翼政治、時には無政府主義の暴力的過激主義と結びついた政治スローガンなの。これは階級闘争や富の再分配の要求の比喩として使われることがあるの。へえ、そんな意味があったんだ。でも、ゲームの中でそんなスローガン使っちゃって大丈夫なの？そこが問題なのよ。このスローガンは左翼思想を連想させるから、多くのゲーマーにとってピキッとくるワードであり、批判的な反応が多いのよ。なるほど。でも、ゲームの中身はまだわからないんじゃないの？ CGI トレーラーだけで判断しちゃっていいの？鋭い指摘ね、葵。確かにゲームの中身はまだわからないわ。でも、CGI トレーラーの印象が強烈すぎて、多くのゲーマーが反発しているの。登場人物の見た目も、左翼思想に染まった Z 世代を主人公にしたゲームだと捉えられて、嫌悪感を持たれているみたいよ。そんなに嫌われてるの？どんな反応があったの？そうね、例えば YouTube のトレーラー動画を見てみると、高評価3919件に対して低評価43000件もついているという、低評価ボムを食らってしまっているの。また、コメント欄も批判的なものが多く、ソニーは12日間の記録を破ることを目指している、とか、次のコンコードなんて言われてるわ。コンコードって何？聞いたことあるような。あ、そうね。コンコードっていうのは、つい最近、ソニーが発表してすぐに閉鎖したゲームのことよ。わずか2週間でサービスを終了してしまって、大きな話題になったの。2週間？そんな短期間で終わっちゃったの？そうなの。だから、フェアゲームズもコンコードの二の舞になるんじゃないかって言われてるわけ。いい質問ね。このゲームを開発しているのは、ヘイブンスタジオっていう会社なの。2022年にソニーに買収されたんだけど、世界的な大ヒットゲーム、アサシンクリードシリーズのプロデューサーだった、J. ドレイモンドさんが設立した会社なのよ。へえ、そんな有名なゲームを手掛けてきた人が作ってるんだ。じゃあ、すごく期待されてるんじゃないの？そうね、技術的な面では期待されているかもしれないわ。でも、このスタジオの方針がまた物議を醸しているの。どういうこと？ゲーム会社なのに変な方針があるの？そうなの。ヘイブンスタジオのウェブサイトや公式 SNS を見ると、ゲーム開発よりも社会的な価値観を前面に押し出しているのよ。例えば、公式 SNS には、ヘイブンでは全ての人に対して平等、需要、親切を心がけ、性的アイデンティティとジェンダーアイデンティティの多様性を尊重するスタジオを育成しています。とトランスジェンダーを支持する投稿をしたりしているの。また、公式ホームページの採用ページには、多様性、公平性、包括性は当社の価値観の基本であり、最高の人材は様々なバックグラウンドから生まれると当社は心から信じています。と多様性、公平性、包括性を前面に押し出しているのよ。ゲーム会社なのにそんなこと言ってるの？ちょっと変じゃない？そうなのよ。多くの人がゲーム開発に集中すべきでは。
って思ってるみたい。中には、カルトだと公言する前にゲームを作ることに集中してください。君はマネーロンダリングするために存在している西側諸国の政府資金による愚かな NGO のようだ。人々が望むゲームを作るか、コンコードのようなゲームになるか、どちらか選べ、なんてコメントも見られるわ。うわ、でも、そんなに批判されてるのに、このゲーム本当に出るの？実はね、最近の報道によると、ソニーはこのフェアゲームズの初期反応が非常に好意的だと考えているらしいの。さっきの話を聞いてると、みんな批判的だったみたいだけど。そうなのよ。ソニーの社内では大変好意的な反応があるらしくて、彼らはそれを世に出し、サポートし、うまく機能するよう努めるつもりだって言ってるの。でも、ゲーマーの反応と会社の認識がずれてるって大丈夫なの？そこが問題なのよね。多くのゲーマーは、コンコード 2.0 になるんじゃないかって心配してるわ。でも、ソニー、インタラクティブエンターテイメントの社長は、2026年3月末までに6つのオンラインマルチプレイヤーゲームをリリースする予定だって言ってるけど、このフェアゲームズがその中に入ってるかもしれないの。なんだかすごく難しい問題みたいだね。でも、ゲームって楽しむものじゃないの？こんなに議論になっちゃって大丈夫？鋭い指摘ね、葵。確かにゲームは楽しむものよ。でも最近はゲームを通じて社会問題や政治的なメッセージを伝えようとする動きも増えてきているの。それ自体は悪いことじゃないけど、やり方によっては反感を買ってしまうこともあるのよ。へえ、ゲームって奥が深いんだね。でも、このフェアゲームズ、結局どうなると思う？正直、予測は難しいわ。ソニーがこのまま本当に推していくなら、発売はされると思うの。でも、ゲーマーたちの反応次第では、コンコードのように短命に終わる可能性もあるわね。そっか。でも、ゲームの中身が良ければ、みんな批判とか忘れちゃったりしないのかな？そうね、それはあり得るわ。結局のところ、ゲームの質が一番大事だからね。ただ、こういう議論を呼ぶようなゲームは、発売前から注目されるから、プレッシャーも大きいと思うの。なるほど。ゲーム業界って、作る側も遊ぶ側も大変そうだね。そうね。でも、こういう議論があることで、ゲーム業界も進化していくのかもしれないわ。これからのゲーム業界の動向に注目していく必要がありそうね。じゃあ、今日はこの辺で終わりにしようか。みんな、最後まで見てくれてありがとう。動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。